やもうどれも美味しいです。このカヌレです。食感外カリッてしてなんかふわってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてます。さようなら。もともとお菓子作るのが趣味で一番やりたかったのって何だったかなって考えた時にやっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことってこれだったよなと思いながらやってます。あい、もう可愛いやばいね。おはようございます。よろしくお願いします。前日に仕込みをしてで朝一でラムを入れる感じになってます。ラム酒の香りが残りやすくなるかなと思って。もともとカフェで働いてましてでそこのカフェのキッチンを借りながら自分の焼き菓子を作らせてもらうっていうような感じでやってました。一人で始められる時周りになんか大丈夫とか心配されませんでしたか？結構どっちかっていうと大丈夫でしょうみたいな感じでみんな送り出してくれた感じはありました。割と私が気合い入ってるタイプなんでそれでどうにかするだろうなって多分思ってくれたんだろうなって思います。一番美味しくなる食材を使いたいなとは思ってるので白砂糖を全く使ってませんとはちょっと言い切れないんですけど味に影響がないものに関してはきび砂糖で白砂糖じゃないとどうしてもその味わいが出せないなっていうものに関しては白砂糖で作ってます。昔から趣味という趣味がお菓子作りぐらいしかなかったような気がするんで、でも母親と一緒に作ってたので言うと幼稚園児の頃から作り始めて小学生の時にはなんか近所の友達とか読んでこうお菓子の作り方教えてました。早い、すごいですね。なんか好きやったんですそういうのが。もうちょっとです。ケーキとか結婚式の最後のデザートだったりとかレストランのコースのデザートとかを作ってました。もともとお菓子作るのが趣味で学生の頃とか学生の時に作るのが好きなお菓子ってほとんど焼き菓子じゃないですか。あんまりケーキ作ることってないですよ。
でお菓子作るのが楽しいなって思って、であまり何も考えずにパティシエになろうって思ってホテルとかウェディングのところに就職して、ウェディングケーキとか作って、それはそれで楽しかったんですけど、一番やりたかったのって何だったかなって考えた時に、やっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことって多分これだったよなと思いながらやってます。もうちょっと入ります。店頭で販売する分はもう焼きたてのやつそのまま出すんですけど、通販用とかで急速冷凍してお店に並べるようです。人にあげたくなるようなお菓子が一番嬉しいかなって思ってるんで、パッケージングされてるのを開ける喜びみたいなのもあるから、開けた時に「わ可愛い嬉しい」ってなるのと、ドヤ顔で人にあげれるようないいお菓子見つけたんですよっていう時って結構人にあげたくなるじゃないですか。そっちのあげる側の
なんか喜びみたいなのが私結構好きで、なんかもらうのももちろんね嬉しいんですけど、あげた時にいいでしょいいでしょっていう感じをみんなに味わってもらいたいなと思ってます。初めて？初めてです。イベントでは何度もやけど、お店まで来てくれたの初めて。初めてです。ありがとうございます。確かな始まり。じゃあカヌレ2つ。はい。2つ。東も2つで。はい。ご自分用ですか？それを家用です。家へのお土産。いやもうどれも美味しいです。このカヌレです。食感外カリッてしてなんかふわってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてます。さようなら。先にちょっとだけ火を通しておいて、他の材料と合わせて焼き上がる時に全部の食材が一番美味しい状態で焼き上がるようにと思ってちょっとローストしてます。すごく一個一個こだわって作られてますね、やっぱり。そうですね、焼き菓子の専門店なんでちょっと面倒くさいこともやっていこうと思ってます。
作っている時に食べたりしますか？味見とか。作ってる時多分めちゃめちゃ食べてます意識してないんで空気かのように食べてるから一押しの商品として出してるのがパウンドケーキなんですけど、個人で販売するってなった時に一番最初に作ったお菓子なんで、それは割と気に入ってるかもしれないです。これを2つ。こちら緑と黄色があるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしてます。
水と砂糖だけではないんです。水と砂糖だけのもあるんですけど、だいぶ淡白なというかお砂糖の焦げた味みたいな感じになるんですけど、生クリームとか蜂蜜だったりとかバターが入ることによって結構こう深みのある味わいのキャラメルに仕上がります。またおまけしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あい、これも可愛いよ。あ、いい感じです。そのままニコリニコリ。そう。前から届く。ブラウニーは作ったらすぐ出すというわけではなくて、なんか一晩寝かせるという。はい、寝かして出してます。大体いつも何種類ぐらい出されてますか？大体12種類ぐらいでやってます。まあだったらチョコミントとコーヒーが季節限定で出てます。新作チョコミント。大体いつぐらいまで出されるんですか2ヶ月あるかなって感じです。
タイガーリリーっていう名前のブラウニーなんですけど、タイガーのイメージカラーのちょっとオレンジがかったピンクっていうか。お店の名前はどういう風につけたんですか？タイガーリリーっていう花あるんですよ。響きが好きだったんです。ピンクペッパーです。ピンクペッパはい。ちょっとピリッとする味。ちょっとスパイスで入れてます。チョコレートと胡椒っていうのもまたちょっと見たことそうない。なんです。アクセントになって、もともとこの色が好きっていうのはあったんですか？なんかやろうと思った時にこの色が好きだったんで、ピンクと緑の緑とかカーキがイメージカラーで、ナイフもそんな感じの色にして。
客様も女性が多いですか？意外に男性の方も多くて、女の方にあげるときにすごい喜ばれたとかっていうのはよく聞きます。プレゼント用に買われる方そうと。ブラウニー専門店にしようと思ったのは何でだったんですか？もともとチョコレートのお菓子好きだったんですけど、ブラウニーってないじゃないですか、富山とかに。いろんな種類のブラウニーあれば面白いなと思って出そうと思いました。オープンするまでにすごい苦労したこととか何かありますか？釜の癖っていうのがあって、焼き加減とかがすごい大変ですね。1ヶ月ぐらいはずっと試作して食べて繰り返して納得いくやつできるまで試作ずっとしてました。新商品は誰が考えるんですか？どっちもあるってか、こっちからこれがいいかもねっていうのもあるし、マー君の方からこれどうですかねって時もあるし、相談しながらって感じです。お二人は甘いもの好きなんですか？好きですね。
新しい商品とか考える時って自分たちが食べたいものとかそういうのからいくんあ、ですか？そうですね。自分たちが食べてみたいやつを作ってみたりして、クリームリリーはいつぐらいからできたんですか？5月の5月中旬。中旬から出たばっかり。クリームリリーは本当冷やして食べた方が美味しいから、夏場になんかちょうどいいなと思って。これはラスクです。切れ端使ったラスク。全部の種類のラスクができるってことそうですね、全部の種類あります。売ってるのはなんかランダムにいろいろ入ってるんですけど。一袋の中にいろんなのが入ってる。そうでいろんな味入ってます。今ではもう人気商品です。そうですね。持ち運びも少し安いし。ちょっとくっついてるのをほぐしてもう一回焼きます。2回焼くとどういう食感に変わるとかってあったりしますか？そのま
まだちょっとだけしっとり残ってるんで、完全に水分飛ばしてザクザクの食感にしていく感じですね。2回焼くのは。これが食感がどういう感じに？食感が本当でも種類によっても違うから、食感だけでもすごい楽しめる。ちょっとぎっちりした感じのもあれば、軽い感じで食べれるやつもあって、種類によって本当食感全部違います。なんかお店を他にもやられてるっていうのをちょっと見たんですけど、なんかされてるんですか？近くで定食屋さんやってます。定食屋さん、はい。どういうメニューそこでは出されるんですか？定食なんですけど、結構ボリュームある、タイガーとは全然違うタイプの食堂です。タイガーリリーとその定食屋さんはどっちが先だったんですか？定食屋さんの方が先です。マルコは今6年目に入ったところです。タイガーは2年目に入ったところです。もともとお菓子の専門学校に行ってたので、お菓子はやりたいなと思ってたんですけど、本当ちょうどいいタイミングでマルコの近くの店舗が開いたので、それでお菓子屋さんやろうっていうふうになりました。専門卒業してからもう12年間ぐらいお菓子屋さんでずっと働いてて、でそこからマルコやって、でタイガーなんですけど、なんかお菓子触ってなんか十何年間触ってて、食堂やりだしたら次またお菓子やりたくなってきてっていうのでタイミングがあったんで、タイガー出そうと思いました。よろしくお願いします。昨日とは全然雰囲気がやっぱ違います。マルコさんの名物は何になりますか？名物は一応この牛すじを赤味噌で煮込んだ赤炊き定食っていうのが一応名物で。赤炊きはどうしてそういうメニューが出来上がったんですか？私が学生の時に名古屋に住んでて、赤味噌がすごい好きで、富山にもあったらいいなと思って作りました。赤崎定食です。
定食がすごいもりもりだっていうのを聞いてますけど、もりもり食べられる男性の方が多いので、だんだんとちょっと多くなってきたっていう感じです。2日間ありがとうございあました。りがとうございます。ごちそうさありまでした。がとうございます。おはよおはようございます。う。朝ごはんちょっと食べようや。じゃあ。どうこれ見て。
じゃああなたにはこれを。ありがとうございます。俺はこれちょっとジャムただのいちごジャムをな、俺はこう、はい、絶対うまい。ではいきますね。言うとくけど、このケーキは昨日の夜作ったから出せんねんで、昨日の残りを出してるという感覚はないで、俺に。24時間賞味期限作戦やから。これが前日仕込みした湯種の種です。粉と、砂糖と塩だけやねんけど、それと水な。でこの水を沸騰させて粉の中にバンって放り込んで、湯種というこのようわからん物質を作んねんけど、熱いな今日。いいですね。で一番大切なのは、こいつ冷蔵庫から出てきたから、こいつは冷たいやん。今この時期はちょっとお湯っぽいので作っとってんけど、今日暑いからお湯でやったらうまいこといかん可能性ある。これは牛乳ですね。これぐらいの温度がいいんじゃないか。よっ、全部測ったやつ。ちょっと頑張る可能性あるよ。でセカンドなのはこれだんだん生地が変わってくる。朝いつも早く起きれたら、いつもこれを見ながら、いいなと思って見てる。こうちょっとまとまってきたぞっていう時に、俺はいつもこれほんまはちゃんと生地全部見ながらやらなあかんねんけど、もう俺には分かるから。よし。山梨県の昔一緒に働いとった坪川さんっていう人がいるんだけど、めちゃめちゃ、ケーキ大好きで、研究に研究を重ねるような人やねん。その人にバスクチーズケーキのレシピちょうだいっつって教えてもらったのを全くそのままパクってんねん。だからうまい。ここはちょっと料理人っぽいやつ。どう？覚えてる？覚えてますよ。飲むの一言なんかやってちょっと置こう。やろう。どう？いや完全には消せるで、音は。でもなんか俺がやってた時はムカつかっていうふうな言ってたことから始まる。2人は同級生でしたっけ？同級生やけど、小学校6年生の時に一番遊んでて、もう大人になってからはほとんど会うたこともなかったかもしらん。30いくつの時にもう一回再会して、今一応なんちゃっての友達やらせてもらってますみたいな感じですか。よし。めんどくさいってなってる。なるほどな。
キューピーのうんいや大きくちゃうそんなことないなるほどねよっよパンとこう対話しながらこれが分割ですね。オッケー。じゃあパンの方が長かったからね。あ、そうなんですか。そうやで。パン10年やった後にケーキやから。もう今やケーキの方が長いかもしらんけど、じゃないとこんなにパンの生地扱えないでしょ。いやだからすごいなと思ってましたすごいんですあ、こんなんいいやこっちは食パン、こっちはメロンパン。これ焼きたてメロンパンって食ったことないやろ。ないです。今日は食べれるよ。あげよう。 OK でまた置きます。こいつはだからすごく時間をかけて、ほんまに我が子のように時間をかけます。こいつはいつも何個ぐらい焼くんですか。なんかその時によるな。食パンの方がよう出んなっていう時はもう食パンばっかり焼く時もある。雨降ったら食パンの方が多かったりする。2、4、6やと12、14、16。卵みたいやろ。これでメロンパン2枚分と丸いパンをこれに乗っけて焼こうかなと。これでひっつかへんと。ここにはホイールがないからホイールを作るねん。ここで
それやったらすごすぎへん。丸めるの実はめっちゃむずいの。最初練習した時この人たち魔法の手かと思ったもんこれ手にめっちゃひっついてぐっちゃぐちゃなんだよ。そしてこの精神と時の部屋へ。よいしょ。ほんまはなメロンパンってほとんどこの辺まで包み込むねんけど、俺この辺にして帽子みたいにしてんねん。これが逆に俺好きやねん。このなんかハンドメイド感っていうか。ちょっと半分趣味でやってるもんな。美味しいメロンパンでも作ろうみたいな。入れて最後の発酵が終わったら焼きます。ほんなら結局12時前なんだよ。普通はこの状態のまま次もう熱々のオーブンに放り込まなあかんねんけど、今ホイロの状態からこいつをオーブンに切り替えるからちょっとだけ時間かかんない。よっ、よし、あと12分です。あ、いけるいける。マジ4枚ぐらいかな。でここに焼き上がりって書いてて、ほらまた一歩踏み出そうとしてあなたの言葉がじゃあちょっとピザができるまで1個食べてみますか。はい。焼きたてメロンパンをどうぞ。いいよ、こらせ切ってみます。前俺結構迷う。弱かったと思う。すいません。絶対いるから。ここがどうこうみたいな喋ったんじゃない？いや、なんかあげようと思ってしまうねん。変にこうやっぱケーキってなると
これがめっちゃ好きな人がたまにいて、多分もうチーズに塩気あるから塩とかいらない。さあどうでしょう。おお、いいわ、いいですね。これ食ったわ。鉄板すらもうわ、なんかやっぱ胡椒やってるとやってる。こんにちは。今ちょうど焼き上がって、これ絶対うまいぞっていうことで。あ、本当。20分で言うから待たれへんからまた今度持ってきて。あ美味しかったわ。あ、よかった。グッドタイミングだったっす。ありがとう。ありがとうございます。なんかこの丸パンが大好きなおじちゃんがいる。そのおじちゃんのために焼いてると言っても過言じゃない。ああ、今日もないんかとか言ってかわいそうやからさ。オッケー。とか言ってこう出してきたやつあるよ。あれを今から作るよ。バルニーバービーっていう会社におった時に教えてくれた。これ入れていけるかな。おお、危ねえ。パン屋さんで働いてるこんなやり方したことない。それが湯種パンの種ですね。またこいつを冷蔵庫に直しといて、明日の朝また同じことをします。わざとやってますよ。バターを200、300かな。塩少々、バニラオイル少々。で出来上がりです。こいつを入れたら分離してわけわからんことになります。こんなとこに粉全部放り込んでみます。でこいつをめちゃくちゃゆっくり混ぜてみます。これ出来上がったっぽくなる。でこれがかの有名なメロンの皮です。この適当混ぜがあれを呼ぶっていう、わざと適当に混ぜてました。めちゃくちゃ気持ちいいよ。日本バレやん。幼稚園の頃ぐらいから2人でずっとなんかお菓子屋さんをするのが夢で、
小さい頃からのお年玉とかを貯金していつか2人でお店しようっていうふうに決めてました。進路を考えた時にパティシエになることを考えたんですけども、自分たちでパティシエとしてお店を出すっていう難しさをいろいろ調べてて知って、お金もないし何から始めたらいいかっていうのが分からなくて諦めて OL になったんですけど、毎日 OL として日々を過ごす中で小さい頃からの夢だった2人でお店を出すっていうことを諦めきれずに、これから先 OL として働くのではなくて2人で一緒にお店を出そうっていう改めて話し合って、 OL をしながらお金を貯めて開業資金を集めて何らかの形で2人で始めていこうってことで決めました。それに行ったらもう絶対にこれしたいって2人でなって、早く始めたいっていう気持ちが大きくなって、バタバタ準備して1年ぐらいで始めることができました。何もない状態だったのでキッチンカーから始めて、ある程度お客さんとかに知っていただいた段階で店舗を出せたらいいなっていうふうに思っていて、ちょっと自信がついてきた3年目で店舗を出すことになりました。家ですんごい生地だけをたくさん焼く練習しました。ひたすら生地を焼きました。最初は食べてたんですけど、やっぱりその枚数じゃないので2人の性格の違いとかって何かあったりするますか？ほんのちょっとだけ姉の方がしっかりしてるかなって思います。2人ともレジも作る方も交代交代ぐらいにしてます。どっちかに偏るっていうよりどっちもできるようになるために均等ぐらいに交代交代でしてます。
コバナナを一つ。チョコバナナですか。はい、かしこまりました。
礼しました。ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございます。お待ちしております。このお店の場所が地元の長住なので、長住という町を私たちの力でも活性化させてにぎわいがあるようなお店にしていきたいです。
りがとうございます。お待たせいたしました。コーバナナ2点ですね。お待ちしております。意味がクレープを食べたお客様が明るい笑顔でハッピーになれますようにっていう意味が書かれてます。お店やるっていうのはどうですか？心強いですか？心強いし、一緒にいる楽しい、2人でできたらいい。どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。まあみんな美味しいけど今日はこれを求めてそうです。一回温めて茶葉の粉っぽさをなくしてからマスカルポーネチーズと合わせるようにしてます。いい匂いですね。いいお茶を使ってるのと近くのお茶屋さんのお茶使ってるので。
はありますよね。お芋のペーストとお砂糖を今
買いに来られたことはあるんですか？何回か姉が来るっていうから珍しいから食べさそうかなと思ってお茶受けにもいいしね。いつも主人とねほらいろんな種類あるから半分こしてね食べて一番好きな味とかありますか？ほうじ茶とか紅茶とかまあみんな美味しいけど。他は全部あんこが入ってますね。で生クリームあんこにします。買いに来るのは初めてですか？そうなんですよ。今日はこれを求めて。そうです。めっちゃ可愛い。美味しそうほんで。もちもちで。なあもちもち楽しみ。すごいいい匂いやし。僕は本業でデザイン事務所をしてるので地元のデザインとかを結構してるんでどうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたい。どら焼きって言ったら、99% ぐらいみんな赤ん坊以外は知ってるみたいにねどういうものが想像できるからなおかつそこにクリームとか挟んで和洋折衷というかなんか若い人にも届けられるなっていうところで地元のお土産にしたかったのでザビエルをキャラクターにして、近くにザビエル公園っていうのがあって、実際ザビエルが堺にやってきたっていうのがあるので地元を語るっていうところでなんかお土産になるかなと。ありがとうございます。